皆さんは測定の限界というものをご存知でしょうか？私たちの住む宇宙には、どんなに精密な測定機器を使っても、これ以上正確に測れない限界があると言われています。この限界は、ハイゼンベルグの不確定性原理と呼ばれる物理法則によって定められています。しかし、科学者たちは創意工夫を重ね、この限界に挑戦し続けています。今日は、この不確定性原理の壁を乗り越えようとする最新の科学技術と、それによって明らかになった宇宙の姿についてお話しします。この動画を最後までご覧いただくと、私たちの宇宙にある測定の限界とは何か、そしてその限界を超えようとする科学者たちの挑戦の成果について理解することができます。量子力学という分野をご存知の方も多いと思います。これは、原子よりも小さな世界で起こる現象を説明する物理学の一分野です。この量子の世界では、私たちの日常生活では考えられないような不思議な現象が起こります。例えば、物体の位置と運動量を同時に正確に測ることができないという法則があります。これは、ちょうど野球のボールを投げる時を想像していただくとわかりやすいかもしれません。ボールの位置を正確に知ろうとすればするほど、そのボールの速さ、運動量が曖昧になってしまうのです。この現象は、1927年にドイツの物理学者ベルナー・ハイゼンベルグによって発見されました。の世界では、この現象をハイゼンベルグの不確定性原理と呼んでいます。この原理は、単なる測定の限界ではありません。それは宇宙の根本的な性質を表しているのです。例えば、私たちが使う最新の GPS 衛星でさえ、この原理の影響を受けています。では、なぜこのような限界が存在するのでしょうか？それを理解するために、まず波の性質について考えてみましょう。海辺に立って波を見たことがある方なら、波には山と谷があることをご存知でしょう。光も同じように波としての性質を持っています。この波の性質が、実は測定の限界と深い関係があるのです。現代の科学技術は、この限界に挑戦し続けています。その代表的な例が、LIGO と呼ばれる重力波観測所です。LIGO は、宇宙で起こる巨大な天体現象によって引き起こされる空間の歪み、つまり重力波を観測する施設です。この施設では、4km もの長さのトンネルを使って、レーザー光を走らせています。このレーザー光の干渉を利用して、重力波による微細な空間の変化を検出するのです。その精度は驚くべきもので、原子の核よりもさらに小さな変化を測定することができます。しかし、ここでも不確定性原理という壁に直面しました。レーザー光の位相、波の山と谷の位置関係をより正確に測定しようとすると、光の強度、振幅の不確定性が大きくなってしまうのです。これは、まるでシーソーのような関係です。片方を上げようとすると、必ず反対側が下がってしまうのです。しかし、科学者たちはこの問題に対して、革新的な解決策を見出しました。それがスクイーズドライトと呼ばれる特殊な光の状態です。通常のレーザー光では、位相と振幅の不確定性が均等に分布しています。しかし、スクイーズドライトでは、この不確定性を片方に寄せることができるのです。これは、風船を押しつぶすようなものです。片方を押さえつけると、反対側が膨らむように、不確定性を操作することができます。この技術を実現するために、科学者たちは量子もつれという現象を利用しています。量子もつれとは、二つの粒子が特殊な関係で結びついている状態のことです。例えば、双子が離れていても互いの考えがわかるように、量子もつれした粒子は互いの状態に影響を与え合います。LIGOでは、特殊な結晶を使ってレーザー光の光子を量子もつれさせています。この結晶に光を通すと、入射した一つの光子が二つの光子に分かれます。これらの光子は量子もつれの状態にあり、その位相が強く相関しています。この技術により、重力波の検出感度を大幅に向上させることができました。現在のLIGOは、数十億光年先で起こる巨大な天体現象を観測することができます。これは、人類の観測能力が飛躍的に向上したことを示しています。例えば、2024年に観測された重力波イベントの中には、137億光年離れた場所で起きた現象もありました。これは、宇宙が誕生してからわずか7億年後に起きた出来事です。このような遠方からの重力波を観測できるようになったことで、初期宇宙の様子がより詳しく分かってきました。特に注目されているのは、初期の銀河形成における超大質量ブラックホールの役割です。従来の理論では説明できないほど早い段階で、
巨大なブラックホールが形成されていたことが分かってきました。これは、宇宙の構造形成に関する私たちの理解を根本から見直す必要があることを示唆しています。さらに、重力波の観測により、一般相対性理論の新しい検証方法も確立されました。例えば、重力波の電波速度を精密に測定することで、アインシュタインの理論の正確さを確認できます。例えば、2つのブラックホールが衝突する際に発生する重力波を検出することができるのです。このような観測により、私たちは宇宙の構造をより深く理解できるようになりました。さらに、この技術は他の分野にも応用されています。例えば、量子もつれを利用した原子時計の開発が進められています。この時計は、現在の GPS 衛星の精度を大幅に向上させる可能性を秘めています。しかし、これらの技術にも限界があります。不確定性原理を完全に克服することはできないのです。しかし、科学者たちは不確定性の配分を工夫することで、必要な測定の精度を向上させることに成功しています。これは、限られた予算の中で、重要な部分により多くの資金を振り分けるようなものです。このような技術革新により、私たちは宇宙の謎をより深く解き明かすことができるようになりました。例えば、重力波の観測により、アインシュタインの一般相対性理論の予見が正しかったことが証明されました。この発見の意義は、単に理論の正しさを確認しただけではありません。私たちは初めて、地空の歪みを直接観測することに成功したのです。これは、まるで目に見えない風を、木々の揺れで感じ取るようなものです。重力波の観測により、宇宙の呼吸とも言えるような微細な振動を捉えることができるようになりました。特に注目すべきは、重力波の波形です。この波形には、重力波を発生させた天体の質量や大きさ、距離といった情報が含まれています。2024年には、この波形解析の技術が大きく進歩し、より詳細な情報が得られるようになっています。例えば、連星中性子星の内部構造や、ブラックホールの毛と呼ばれる特徴的な性質も波形から読み取れるようになってきました。これは、まるで宇宙の声を録音して、その声から宇宙の姿を思い描けるようになったということです。また、ブラックホールの合体現象を直接観測することで、宇宙の進化についての理解も深まっています。このブラックホールの観測で特に興味深いのは、その形成過程です。従来の理論では説明できないような大きさのブラックホールが、宇宙の早い段階ですでに存在していたことが分かってきました。これは、銀河の形成過程や宇宙の構造形成に関する私たちの理解を大きく変える可能性があります。最新の観測では、複数のブラックホールが連鎖的に合体する現象も発見されています。このような現象は銀河中心部の超大質量ブラックホールの形成過程を理解する上で重要な手がかりとなります。また、ブラックホールの周りの空間では、強い重力の影響で時間の進み方が異なることも確認されています。これは、アインシュタインの一般相対性理論が予見した時間の遅れ効果を、より直接的に証明するものです。2024年の観測では、ブラックホールの影と呼ばれる特徴的な構造も、より詳細に捉えられるようになっています。この影の観測により、ブラックホールの性質や周囲の時空構造についての理解が深まっています。2024年現在、第5はさらなる性能向上を目指してアップグレードが進められています。新しいスクイーズドライト技術の導入により、観測可能な重力波イベントの数は 50% 以上増加すると期待されています。このスクイーズドライト技術は、量子力学の原理を巧みに利用した革新的な方法です。従来のレーザー光では避けられなかった量子ノイズを、必要な方向に集中させることができます。これは、まるでカメラのピントを合わせるように、観測したい現象にフォーカスを絞ることができるのです。この技術により、より遠方からの微弱な重力波も検出できるようになります。2024年の最新の観測装置では、レーザーの強度を従来の10倍以上に高めることにも成功しています。また、鏡の振動を極限まで抑える新しい制御システムも導入されています。これらの改良により、重力波検出器の感度は飛躍的に向上しています。例えば、現在では地球から150億光年以上離れた場所で起きた現象も観測できる可能性があります。これは、宇宙が誕生してからわずか数億年後の出来事を観測できることを意味します。これにより、より遠方の天体現象や、より小さな質量の天体の合体現象も観測できるようになるでしょう。このような技術の進歩は、
私たちの宇宙観を大きく変えています。宇宙には測定の限界があるという事実は変わりませんが、その限界に対する私たちの理解は深まり、より巧妙な方法でその限界に挑戦できるようになってきました。量子力学の世界では、観測者の存在が観測対象に影響を与えます。これは、私たちが慣れ親しんでいる日常世界では考えられないような不思議な現象です。例えば、電子の位置を測定しようとすると、その測定行為自体が電子の状態を変えてしまいます。これは、まるでサッカーボールの位置を確認するために、そのボールを蹴らなければならないようなものです。ボールを蹴れば位置はわかりますが、同時にボールは別の場所に移動してしまいます。2024年の最新の研究では、この観測による影響を最小限に抑える新しい測定方法が開発されています。量子比破壊測定と呼ばれるこの技術は、測定対象に与える影響を極限まで小さくすることができます。これにより、量子状態をより正確に理解することが可能になってきました。また、この技術は量子コンピュータの開発にも応用されています。量子状態を長時間保持したまま測定できることで、より複雑な量子計算が可能になるのです。これは、私たちが宇宙を観測する際の根本的な制約となっています。しかし、この制約は必ずしもマイナスではありません。むしろ、この制約を理解し、うまく利用することで、より深い宇宙の理解と至ることができるのです。量子力学の創始者の一人であるニールス・ボアは、この不確定性を相補性原理として理解しました。彼は、量子の世界では、ある性質を完全に知ろうとすると、必ず別の性質が曖昧になることを発見したのです。これは、私たちの日常生活では想像もつかない不思議な現象です。例えば、光は時として波のような性質を示し、また別の時には粒子のような性質を示します。しかし、同時に両方の性質を観測することはできません。このような量子の世界の不思議な性質は、現代の科学技術の発展に大きく貢献しています。2024年には、量子技術を応用した画期的な観測装置が次々と開発されています。例えば、量子もつれを利用した超高感度の磁力計は、従来の装置の1000倍以上の感度を持っています。これにより、宇宙空間の極めて微弱な磁場も検出できるようになりました。この技術を使うことで、遠方の銀河や星間空間の磁場構造を詳しく調べることができます。また、量子もつれを利用した新しい型の望遠鏡も開発されています。この望遠鏡は、光の量子的な性質を利用して、従来の光学望遠鏡では見えなかった暗い天体も観測できます。特に注目されているのは、原始銀河の観測です。宇宙初期に形成された銀河は非常に暗く、従来の望遠鏡では観測が困難でした。しかし、量子望遠鏡を使えば、これらの銀河を直接観測できる可能性があります。これにより、銀河の形成過程や宇宙の構造形成についての理解が大きく進むと期待されています。量子コンピュータの開発や、より精密な測定技術の開発など、様々な分野で応用されています。例えば、2024年には新型の量子望遠鏡の開発が進められています。この望遠鏡は、量子もつれの性質を利用して、今までより100倍も暗い天体を観測することができます。これにより、宇宙初期に形成された最初の星々を観測できる可能性が出てきました。また、量子レーダーの開発も進んでいます。これは、従来のレーダーでは検出できなかった小さな物体も見つけることができる技術です。宇宙空間に漂う危険な宇宙ゴミの監視や、小惑星の観測にも役立つと期待されています。さらに、量子通信衛星の打ち上げも計画されています。これは、量子暗号技術を使って、絶対に解読されない通信を実現する衛星です。このような技術は、将来の宇宙探査や宇宙での通信に革命をもたらすかもしれません。特に注目すべきは、この技術が天体観測の分野にもたらした革新です。2024年の天体観測技術は、量子技術と人工知能を組み合わせることで、新たな段階に入っています。例えば、量子センサーを搭載した新型の宇宙望遠鏡が開発されています。この望遠鏡は、星からの光を量子レベルで検出することができ、惑星の大気組成まで分析できます。これにより、生命が存在する可能性のある惑星の探査が、より効率的に行えるようになりました。また、重力波と電磁波の同時観測も、新しい発見をもたらしています。例えば、中性子星の合体現象を異なる波長で観測することで、
極限状態の物質の性質が明らかになってきました。これは、実験室では作り出せないような超高密度状態の物質を研究する貴重な機会となっています。さらに、宇宙の大規模構造の観測も進んでいます。銀河の分布や動きを詳細に調べることで、宇宙の膨張の歴史や、ダークマターの分布がより明確になってきました。このような観測により、宇宙の進化の過程が少しずつ解明されつつあります。重力波の観測により、私たちは宇宙で起こる最も激しい現象を直接観測できるようになりました。例えば、中性子星の合体現象を観測することで、重元素の形成過程についての理解が深まりました。これは宇宙の科学進化を理解する上で革命的な発見でした。中性子星の合体現象は、金やプラチナなどの重い元素が作られる主要な場所だと考えられています。2024年の最新の観測では、このような合体現象で生成される物質の量が、これまでの予想を大きく上回ることが分かってきました。この発見により、私たちの体を構成する元素がどのように作られたのかという謎の解明が進んでいます。さらに、中性子星の内部構造についても新しい知見が得られています。中性子星は、原子核よりも密度が高い特殊な物質で構成されています。この極限状態の物質の性質を理解することは、物理学の基本法則の検証にもつながります。また、このような観測は、宇宙年齢の新しい測定方法も提供しています。重力波の観測から、宇宙の膨張速度をより正確に測定できるようになったのです。また、ブラックホールの性質についても、新たな知見が得られています。これらの観測結果は、宇宙の誕生から現在に至るまでの歴史を理解する上で重要な手がかりとなっています。しかし、まだ解明されていない謎も多く残されています。例えば、ダークマターやダークエネルギーの正体は、依然として明らかになっていません。しかし、2024年の新しい観測技術により、これらの謎に迫る手がかりが得られ始めています。例えば、重力レンズ効果と重力波の観測を組み合わせることで、ダークマターの分布をより精密に測定できるようになりました。これは、まるで目に見えない物体の形を、その周りの空間の歪みから推測するようなものです。特に注目されているのは、銀河団の衝突現象の観測です。銀河団が衝突する際、通常の物質とダークマターの振る舞いが異なることが分かってきました。これは、ダークマターの性質を理解する上で重要な手がかりとなります。また、重力波の観測により、原子ブラックホールの存在も示唆されています。これらのブラックホールは、宇宙初期に形成された可能性があり、ダークマターの一部を構成しているかもしれません。さらに、量子重力理論の発展により、ダークエネルギーの新しい解釈も提案されています。この理論によると、真空のエネルギーが地空の構造と密接に関連している可能性があります。これらの謎を解き明かすためには、さらなる技術革新が必要です。現在、世界中の研究機関で新しい測定技術の開発が進められています。特に注目されているのは、量子センサーと呼ばれる新しい技術です。これは、量子の性質を利用して、今までにない精度で様々な物理量を測定する装置です。例えば、地下深くに埋まっている鉱物資源を探査したり、火山の内部で起こっている変化を観測したりすることができます。このような技術は、将来的には地震予知にも応用できる可能性があります。また、医療分野でも量子センサーの研究が進められています。脳の活動を今までより詳しく観測することで、様々な脳の病気の早期発見や治療に役立つと期待されています。さらに、宇宙船の広報システムの開発も進んでいます。量子センサーを使うことで、GPS が使えない新宇宙でも正確な位置測定ができるようになるかもしれません。現在、新宇宙探査機は地球からの電波を頼りに位置を測定していますが、この方法では時間がかかり、精度も限られています。量子センサーを使えば、探査機が自分の位置を即座に把握できるようになります。これは、太陽系の外への探査にとって革命的な進歩となるでしょう。また、このセンサーは極めて小型化が可能です。例えば、人工衛星に搭載する量子センサーは、スマートフォンほどの大きさになると言われています。これにより、より多くの小型衛星に高精度な測定機器を搭載できるようになります。さらに、量子センサーは温度や圧力の微細な変化も検出できます。これは、惑星の大気や地下の環境を調べる際に非常に役立ちます。例えば、火星の地下に液体の水が存在するかどうかを
より正確に調査できるようになるでしょう。生命の痕跡を探す上で、これは非常に重要な情報となります。これは、将来の宇宙探査において非常に重要な技術となるでしょう。例えば、量子もつれを利用した新しいタイプの望遠鏡の開発も始まっています。これにより、今までよりもさらに遠い宇宙を観測できるようになる可能性があります。また、より高性能な重力波検出機の開発も進められています。2024年現在、次世代の重力波検出機は画期的な進化を遂げようとしています。従来の検出機では捉えられなかった高周波の重力波も観測できるよう、新しい技術が導入されています。例えば、超電導技術を利用した新型の検出機は、従来の100倍以上の感度を持つと言われています。これにより、中性子星の内部構造や、ブラックホールの形成過程をより詳しく調べることができます。また、地下深くに建設される新型の検出機も計画されています。地下に設置することで、地表の振動の影響を大幅に減らすことができます。これは、まるで防音室でかすかな音を聞くようなものです。このような新しい観測施設により、より多くの重力波イベントを観測できるようになります。特に注目されているのは、連続重力波の観測です。これは、高速で回転する中性子星から連続的に放出される重力波のことです。この波を観測することで、中性子星の内部構造や、強い重力場での物質の振る舞いについて、新しい知見が得られると期待されています。このような技術の進歩により、私たちの宇宙についての理解は日々深まっています。特に2024年は、宇宙観測史上でも画期的な発見が相次いだ年となりました。新しい観測技術により、これまで理論上の予測に過ぎなかった現象が、次々と実証されています。例えば、原星中性子星の合体現象の詳細な観測により、重力波と電磁波の同時観測が可能になりました。これは、異なる種類の観測手段を組み合わせることで、より詳細な宇宙の姿を捉えることができるようになったことを意味します。まるで、白黒だった宇宙の写真がカラーになったような変化です。また、重力波観測所のネットワークが世界中に広がったことで、重力波の到来方向をより正確に特定できるようになりました。日本の重力波観測所神楽も、この国際観測網の重要な一員として活躍しています。これにより、重力波天文学は新しい段階に入ったと言えるでしょう。不確定性原理は、一見すると科学の発展を妨げる制約のように見えるかもしれません。しかし、実際にはこの原理を理解し、うまく利用することで、より精密な測定が可能になっているのです。これは、制約があることで、むしろ創造的な解決策が生まれた例と言えるでしょう。このような制約は、科学者たちの創造性を刺激し、新しいアイデアを生み出す源となっています。2024年には、不確定性原理を逆手に取った新しい量子暗号通信技術が実用化されています。この技術は、量子状態の測定が必ず対象に影響を与えるという性質を利用しています。つまり、誰かが通信を盗聴しようとすると、必ず痕跡が残るため、セキュリティを確保できるのです。これは、まるで封筒を開けると必ず跡が残るような仕組みです。また、量子センサーの分野でも、不確定性原理を巧みに利用した新技術が開発されています。特定の物理量の測定精度を意図的に下げることで、別の重要な物理量をより正確に測定できるようになりました。この技術により、今までは検出が困難だった微弱な磁場や重力の変化も観測できるようになっています。例えば、地下深くの資源探査や、惑星の内部構造の研究にも応用が期待されています。科学の歴史を振り返ると、このような制約が新しい発見のきっかけとなることは少なくありません。例えば、19世紀には光のスペクトル線の研究が、原子の構造を理解する鍵となりました。当時の科学者たちは、原子からの光が特定の色、波長しか出さないという制約に困惑していました。しかし、この謎を解こうとする試みが、量子力学の発展につながったのです。同様に、ブラックホールからは情報が出てこないという制約も、新しい理論の発展を促しています。この問題はブラックホールの情報パラドックスと呼ばれ、現代物理学の大きな課題の一つです。2024年には、このパラドックスに関する新しい理論が提案され、活発な議論が行われています。この理論によると、ブラックホールの表面には量子的な情報が刻み込まれているという可能性があります。これは、
空間と時間の本質に関する私たちの理解を大きく変える可能性を秘めています。アインシュタインの相対性理論も、高速度の制約から生まれた理論です。同様に、不確定性原理も、新しい測定技術の開発を促進する原動力となっています。この原理は、科学者たちに新しい発想を促してきました。例えば、2024年に開発が進められている新型の量子時計は、原子の状態を利用して時間を測定します。この時計は、100億年経っても1秒もずれないという驚異的な精度を持っています。これは、GPS の精度を飛躍的に向上させるだけでなく、重力の微細な変化も検出できる可能性があります。重力の変化を詳しく調べることで、地下の構造や地殻変動の予測にも役立つかもしれません。また、量子技術を使った新しい磁場センサーの開発も進んでいます。これは、人間の脳が作り出す微弱な磁場も検出できる高感度なセンサーです。このセンサーを使うことで、脳の活動をより詳しく調べることができます。これは、宇宙での生命探査にも応用できる可能性があります。例えば、他の惑星で生命活動による微弱な磁場の変化を検出できるかもしれません。私たちは今、宇宙の謎を解き明かすための新しい時代に踏み入ろうとしています。これまでの宇宙観測は、主に電磁波、光や電波を使って行われてきました。しかし、重力波の観測により、全く新しい目で宇宙を見ることができるようになったのです。これは、暗闇の中で目を凝らしていた人が、突然赤外線カメラを手に入れたようなものです。2024年には、次世代の重力波観測所の建設も始まっています。これらの観測所は、現在のものよりもさらに高い感度を持ち、より多くの天体現象を観測できるようになります。また、宇宙空間に設置する重力波検出機の計画も進められています。地上では観測が難しい低周波の重力波も、宇宙空間なら観測できる可能性があります。これにより、巨大ブラックホールの合体や、宇宙初期の重力波なども観測できるようになるかもしれません。さらに、量子もつれを利用した新しい観測技術の開発も進んでいます。この技術を使えば、今までより100倍以上も遠くの天体を観測できる可能性があります。量子技術の発展により、今まで観測できなかった現象を直接観測できるようになってきました。これは、宇宙の理解にとって大きな転換点となるでしょう。私たちの住む宇宙は、まだまだ多くの謎に満ちています。例えば、ブラックホールの中心部で何が起きているのか、誰も知りません。また、宇宙の膨張を加速させているダークエネルギーの正体も、依然として謎のままです。2024年の観測では、このダークエネルギーについての新しい知見が得られつつあります。重力波の観測により、宇宙の膨張速度をより正確に測定できるようになってきました。これまでの観測方法では説明できなかったハッブル定数の不一致という問題も、新しい解釈が提案されています。この問題は、異なる方法で測定した宇宙の膨張速度が一致しないというものです。まるで、車の速度計と GPS の速度表示が異なる値を示すようなものです。しかし、重力波を使った新しい測定方法により、この不一致の原因が少しずつ明らかになってきています。例えば、局所的な重力の影響や、未知の粒子の存在が、この不一致を引き起こしている可能性が指摘されています。また、ダークエネルギーの性質が時間とともに変化している可能性も示唆されています。これは、宇宙の膨張が一様ではなく、場所や時代によって異なる可能性があることを意味します。しかし、新しい測定技術の開発により、これらの謎を解き明かすヒントが得られるかもしれません。特に注目されているのは、量子重力理論の研究です。これは、アインシュタインの一般相対性理論と量子力学を統一しようとする試みです。今までの物理学では、大きなスケールの現象を説明する相対性理論と、小さなスケールの現象を説明する量子力学は、うまく組み合わせることができませんでした。これは、まるで同じ言葉を使っているのに、お互いの言葉が通じない外国人同士のようなものです。しかし、新しい測定技術により、この2つの理論をつなぐヒントが得られるかもしれません。例えば、ブラックホールからの重力波を観測することで、超強力な重力場での量子効果を調べることができます。これは、量子力学と重力理論を結びつける重要な手がかりとなる可能性があります。2024年には、ブラックホールの量子的な性質を示唆する観測データが得られています。特に注目されているのは、ブラックホールのホーキング放射と呼ばれる現象です。これは、
量子効果によってブラックホールから粒子が放出される現象で、スティーブン・ホーキング博士が理論的に予見したものです。この放射を直接観測することは極めて困難ですが、その痕跡を重力波の中に見つけられる可能性が出てきました。例えば、ブラックホールの合体時に放出される重力波の波形に、量子効果による微細な変化が含まれているかもしれません。これは、まるで遠くの音楽の中からかすかな和音を聞き分けるようなものです。このような観測が成功すれば、量子重力理論の大きな証拠となります。また、この研究は宇宙の情報がどのように保存されているかという根本的な問題の解明にもつながります。また、宇宙初期の重力波を観測することで、宇宙の誕生の瞬間に何が起きたのかを理解する手がかりが得られるかもしれません。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。